こんにちは、南里穂です。今日は、ホカンスにゆうちゃんと来てるんですけど、今日は何を撮るかっていうと、JYP 時代の練習生についての質問がコメントでたくさん来てたので、練習生時代についてちょっとお話ししたいなと思います。それでは、スタートまず一番聞かれるのが、どうやって入ったかについてなんですけど、昔さ、あれ流行ってたじゃん。K-POP スターとわかる？はい、あるね、あるね。そう。あのオーディションに姉と行ったんだよ。落ちたんだけど、その時にトイレ行こうとしたら、声かけられたって感じ。すごいね、トイレで。そう。ただスカウトされて入れるわけじゃなくて、そこから事務所の社長さん、プロデューサーさんにオーディション映像を見て OK が出ないと入れないから、その時って、東方神起さんとか多分少女時代さんとかカラーさんとかの時代が流行ってて、K-POP はもちろん知ってたし、好きだったけど、JYP みたいなどこの事務所だろうってあんまり無知で、事務所については。その時だと 2PM ああ、そうだね。お母さんとかに言ったら、最小部みたいな、怖くないみたいになったけど、でもそれで後日オーディション映像を撮りますみたいな感じで、オーディション映像を撮って、それで OK が出たから入社した韓国に行ったって感じです。何歌ったとか覚えてないの？私ね、ティアラのやつ踊った気がする。なんかポピーポピー。違う、そうじゃなくてこんなウェイロンにやったっけ。あと西野カナさんのなんか歌った気がする。いっぱい聞かれることが、親に反対されなかったですかとか、反対はされたけど、リーがさ、ほらこういう性格やん、行くって決めたら行くみたいな。まあ母は心配してたけど、まあやりたいことならみたいな感じで行ったって感じです。それいつだっけ？高校1年生だね。だって高校1年生になって私東京に出てきて、芸能学校みたいな通ってたんだけど、それですぐオーディションが受けて、ですぐそういう風になったから、高校1年生で行ったって感じです。高校はどうしてましたかっていうのがあったんですけど、私はもともと芸能の通信制だったから、そのまま通信みたいな感じでレポート、送りつつ日本に月に 1,2 回しか帰れないから、年に 1,2 回、ごめん。年にね、びっくりした。それで1回帰ってきたりして、授業を受けて単位取ってみたいな感じで高校は通ってました。で、練習生時代辛かったですかっていうのもめちゃくちゃ聞かれる。正直辛かった。人間関係とかは男女仲良かったから、ファミリー的な感じでレッスン一緒に男女受けたりしてたし、当時はそんな感じでした。辛かったか。1日目からレッスンさせられたのね、私。で、1日目レッスンさせられて、ダンスレッスンだったんだけど、めっちゃくちゃ腹筋とかするのね。で、それにもついていけなくて、腹筋とかに。レッスン終わった瞬間筋肉痛だし、泣いて、ホームシックに泣いて電話したの。それが初めてかも。それが初めてで最後かも。1日目。で、その時に電話したらもうたまたま母親とかが、韓国の空港にいて、最初だから、帰りたいって泣きながら電話したけど、もうどうしようもなかったよね、あの時は。あとあれは言語は、私は最初からもうできない状態で行きました。なんか服着てない人みたいな。両方ベラベラの方が全部レッスン中も全部もう付きっきりで、通訳さんがずっといてくれて、ありがたいね。ありがたい、本当に。で、1日2時間とかの韓国語レッスンはそうだったかな、最初は。元気かな。今、退社されてるから、そう、この動画見てくれてるから。その説はお世話になりました。めちゃくちゃ優しかった人で大好きだったんだよね。英語で喋るしかないじゃん。だから英語とかで You hungry? みたいな感じで聞いてくれるんだけど、それさえもわからないくらいのバカだったから。だから、もうちゃんと英語習っとけばよかった。全然わかんないと思って、翻訳機とか使いながら話したりとかして、意気投合したのが同い年の最初の中国出身の子だったかな。やっぱり語学は友達と話してる方が一番上達する、思うよね、それは。間違いないね。そういう練習生じゃなくても、海外に行って語学を学びたいんですって方は、その国の人たちしかいない状況に行った方が上達は本当にすごい早いと思う。だから私もすごい早かったかな。なんとしてでも喋らなきゃってなるし、あとは辛かったこと、ダイエット一番。私だって途中謹慎になって、太りすぎて。
日本に一回帰らされたことあったの。最初の入社した時の当時の体重が39キロで、韓国ってさ、体重重視じゃん。見た目重視だし、体重重視だし。だから見た目が痩せてれば今は問題ないなと思うんだけど、でもその時はとりあえず体重重視だったから、39キロに戻せるまで帰ってきちゃダメですみたいな感じで、日本に本当に一回帰ってきたの。それは本当に初期だったね。まだ他の日本人メンバー来る前だった気がする。もうその時したダイエットはもうひたすらやっぱ母親のご飯でヘルシーで、ご飯はもう雑穀米とか五穀米とかそういうのに変えて、あとひたすら1日30分40分有酸素運動、父と家の周辺歩いたりとかして、1ヶ月半ぐらいで帰れたかな、多分。落として帰れて、で痩せて39キロってなったけど、またリバウンドしたよね。同じチームの子たちで何キロにまたも痩せないとショーケースみたいなのがあって、1年に2回ぐらいそれに出せないからって言われて、もう必死1週間本当にもう毎日ジム行って体重測る直前まで本当に唾吐いたりとかして断食っていうのを初めてやった。で体重終わった瞬間もう暴飲暴食して、そういうのでもう太る体質になってたね、その時期は。一番ダイエットが辛かったかも。あとは、練習生の質問だけじゃないけどよく聞かれるのが、なんでこの人と仲いいんですかとかいろいろ聞かれるけど、普通に友達同士でさ繋がらない？ほんと韓国狭いしね。例えば仲いいめっちゃオンニーとかがその子と仲良かったら自然に意気投合して仲良くなったりして遊んだりするから、フレンドリーだしね、韓国。そう、なんかみんなで遊ぼうって感じじゃん。うん。韓国人とかって外国っぽいからハグとかもめっちゃするじゃん、普通に。フレンドリー、アメリカ式っぽいよね。だから仲良くなりやすいのかな。あとさ、あれ言った方がいいんじゃない？逆にその、なんでこの人と、そっか。よく聞かれるから、もういつか言おうと思ってて。もちろん私がインスタに上げてない子以外でコンサートとか行って学園行って一緒に写真撮ったりはするけど、常に連絡取ってないけど、でもやっぱり久々会ったら、久々オンにみたいになるわけじゃん。でもそれで写真撮って私が勝手にあげるのもどうかなっていうデリカシーがないかなって私は思うから、もう毎日連絡取ってるぐらいの友達しか写真を載せないっていうのはある。1週間とかしか被ってないし、そんな頻繁に連絡も取ってないから、だから相手のことを思ってあげるのはどうかなっていう私のそういう判断。誤解とかねしてる方とか多いし、そうそうそう、それを分かっていただけたらいいかなと思います。皆さんにあとあれ、どうやってオーディション応募したらいいですかみたいな感じのも結構来るから、今は多分日本人の方が K-POP アイドルになりやすい時代だと思うから、だから全然応募していくぞぐらいの気持ちで応募したらいいと思います。オーディション受けても10個中の1個受かればやったラッキーぐらいの感覚だから、めげずに何回も受けてほしい。私も日本でも何回落ちたかな、ドラマのオーディションと。いや、落ちまくったよね。だからなんかメンタル強くなったっていうか、もうこのぐらいは別にいいや、どうせ落ちるだろうぐらいのメンタル持ってた方がいいかも。いや、そうだよね。1回2回受けて落ちてへこむとか、そんな甘い。それだったら多分やっていけないと思う。あと、可愛くないとダメですかみたいな質問もよくいただくんですけど、別に一人グループにビジュアル担当がいれば、例えば実力で全然もう人気ある子とかもいるし、顔は関係ないよね。実力だったりなんか愛嬌があるとか、どっかに特化して優れてたら大丈夫なんじゃないかなと思います。だから皆さんもそんな気にしなくて全然いいですよ。自分ができること、何か一つ自分の強みを特化させたらいいんじゃないかなって思う。私は歌が好きだから、だったら歌を猛練習して上手くなるとか、ダンスとか極めること、印象に残ることが大事じゃない？そうだね。顔が全てじゃないからね。女の子はメイクでも何でもダイエットもしたら可愛くなるから。ダイエットが一番の正義なの。私も太って繰り返したりしてきたけど、正直あの時のダイエットはやりたくないなってなんで動く量あるのに太るのって感じじゃん。夜中にお菓子食べたりしてた。抜け出しバレたことある？いや、あるよ。携帯使えた？その時会社に入ったら携帯ボックスって言って入れなきゃいけない。なるほどね。じゃあ終わったらもう、そうだから iPad は常に持ってた。携帯は預けてました。バレたことあるんだ。いや、あるよ。こんな感じですかね。結構話したと思うんですけどね、気になること。こんなに話したのはね、初めてかも。誰々さんってどういう性格ですかとか、そういうことについては話せないし、話したくはない
かなっていうことは皆さんに理解してほしいです。まあそんな感じで、また何か気になることがあれば、また第2弾とかでも話してみます。赤裸々に話してみました。今日はホカンスだったので、いい気分で。はい、プールも入ったし、泳いでないですけど。そうです。ってことで、ゆうちゃんとのホカンス Vlog も見てください。ゆうちゃんの YouTube の方にも声出演しております。皆さんありがとうございました。また気になることがあればコメントとかでお待ちしております。アイドルに多分なりたい方がたくさんいると思うんですけど、もうめげずにね、頑張ってほしいね。頑張ってほしい。もうとりあえずも若い子が羨ましいなって思うけど、本当に若いうちにオーディション受けまくって、う、何でも好きなことしてください。後悔しないように。そうだから親の反対を押し切ってまでとは言わないけど、でも押し切ってやらない後悔よりやって後悔する方がいいから、やりたいことはやってください皆さん。はい、年齢はお金じゃ買えない唯一のものなので。間違いない。はい、ってことで、はい、この動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。